私は長男夫婦と同居することにしたから、あんたたちには出て行ってもらう。姑は突然そう宣言した。どうやら長男夫婦は、実家で姑に家事を助けてもらいながらのんびり生活し、姑が亡くなったら遺産をすべて自分たちのものにする気らしい。わかりました。私と夫は希望通り義母の家を出て行くことにした。あっさりと引いた私たちに長男夫婦は大喜びだ。この後地獄が待ち受けているとも知らずに。私はミサ。夫、ユージの父が亡くなったのをきっかけに、ユージの母と同居している。この姑はなかなかくせ者だ。同居してすぐの頃は私もストレスが溜まりまくりだったが、同居から数年経ち、ようやく私も慣れてきたところだ。近頃姑は集まりのたびに私との生活を親戚一同に自慢しているらしい。息子の嫁とは本当の親子のように付き合っているの。最近じゃ息子のユージよりも可愛いくらいよ。義母の言葉を真に受け、親戚たちも乗ってくる。へえ、それはいいことじゃない。嫁姑トラブルとは無縁なのね。もちろん、ミサさんは仕事が忙しいから、帰ってすぐに温かいご飯が食べられるよう、私が作ってあげてるのよ。偉いわね。そんなの当然よ。彼女は平日頑張ってるんだから、土日ぐらいゆっくり寝かせてあげたいじゃない。日頃から私が家事をほとんどやってあげてるから、彼女も楽ちんなはずよ。お嫁さん、ほんとラッキーね。しかもね、月に一度は息子夫婦を外食に連れて行ってあげてるの。もちろん私のおごりでね。次はお寿司、それとも焼肉がいいかしら。嬉しそうに食べてくれる二人の姿を見るのが私の最高の幸せなの。あなた、なんでそんなにお嫁さんに優しいの？だって今時、姑と同居してくれる嫁なんてなかなかいないでしょ？だからミサさんには本当に感謝してるのよ。私が死んだら、この家の財産はすべてユージとミサさんにあげたいと思っているのよ。お嫁さんもユージくんも、それからあなたも、三人とも人間ができてるわね。こんなの当然よ。姑の話を聞き、親戚たちは素晴らしい嫁姑関係だ。ユージくんもいい奥さんをもらったな、と絶賛している。みんなの言葉を聞き、姑も誇らしげだ。ただ一人、その様子を苦々しく見ていたのが、ユージの兄の妻、綾菜だった。ミサさんってば、そんな楽な暮らししてるわけ？綾菜は夫の雄一にそう訴えたそうだ。実家暮らしなら家賃だってかからないのに、外食にも連れて行ってもらって、その上財産までもらえるっていうの？ずるい。とはいえ彼女は一度姑との同居を断っている。ユージの父が亡くなり、一人で生活するのが寂しいと訴えた姑は、はじめは長男夫婦である雄一と綾菜に同居を頼んだ。しかし、お母さんと住むなんて絶対嫌と、綾菜は同居を完全拒絶したのだ。実家に行くたびに私をこき使って、しかもせっかく作ったご飯も文句ばっかり。一緒に出かけても一銭も自分の財布から出そうとしないくせに、ここぞとばかりに私たちに高いものを買わせるケチな姑なのよ。そんなお母さんと一緒に住んだら、私ストレスでどうにかなっちゃうわ。綾菜に甘い雄一は何かと理由をつけて姑の世話を私たち次男夫婦に押し付けたのだ。そこまで言い切った手前、やっぱり一緒に住みますとはさすがに言えなかったのだろう。しかも財産相続の話を聞いた後なら余計である。一旦は諦めかけた綾菜だったが、
その後、予想外の出来事が起こる。夫の雄一が会社をクビになってしまったのだ。何でも会社の経費をごまかして請求し、そのお金で連日飲み歩いていたらしい。はじめは小遣いが足りなくて魔が差したらしいが、その一回がバレなかったため、調子に乗って何度も繰り返すようになり、金額がどんどん大きくなっていったそうだ。さすがにおかしいと気づいた経理が上に報告し、雄一の罪はあっさりバレた。社内の不祥事が外部に漏れるのを恐れた上層部は、雄一を解雇し、不正利用の分のお金を返済することで、訴えることはしないと約束したそうだ。前科がつくことはなかったものの、雄一は職を失った。貯金すらもなくなってしまった雄一と綾菜。彼らは私が家にいないタイミングを見計らい、ついに姑に泣きついてきた。家賃も払えなくて、来月には今の家を出ていかなくちゃならないんです。だから、この家に同居させてください。俺からも頼むよ。母さんのことは長男の俺が全力で面倒を見るから。幸いにも姑はこの頃には性格がすっかり丸くなっていた。実家での同居生活を目論んでいた彼らにとってまさに一石二鳥だったのだろう。姑を何とか丸め込むことに成功した彼らはある日実家に乗り込んできた。ユージ、ミサさん、今日は母さんから大事な話があるんだ。さあ、母さん。雄一が優しく促すと、姑は夫と私に向かってこう言った。雄一が会社をクビになったことは知ってるね。ああ、この前兄さんから聞いたよ。夫の返事に義母は大きくうなずいた。それなら話は早い。私は雄一と綾菜さんと同居することにしたから、雄二と美沙さんにはここを出て行ってもらう。はあ？なんだよそれ。そんな大事なこと、俺たち抜きで決めるなんておかしいだろ。雄二が抗議すると、綾菜はここぞとばかりに私たちに訴えてきた。あなたたちは共働きなんだし、実家を出ても新しい部屋の家賃くらい払えるでしょ？だからこの家には私と雄一で住まわせてほしいの。お願い。二人ともここを出て行って。その言葉に彼女の夫もすかさず付け加える。やっぱり母親の面倒を見るのは長男の役目だと思うんだよ。俺もこれから職を探すし、綾菜もパートで頑張るから、母さんと俺たち協力して互いを支え合っていくよ。ユージ、もうお役御免だ。今までご苦労だったな。あまりにも勝手すぎる雄一と綾菜の言い分に、嫁の立場ながら怒りがこみ上げてくる。怒りを鎮めるために一人台所でお茶を飲んでいると、しれっと綾菜がやってきた。ミサさん、なんかごめんね。綾菜さん。得意げな様子の綾菜に私は苦言を呈した。あなた以前、お母さんとの同居は絶対無理って言ってたわよね。ああ、それならもう大丈夫。今のお母さんなら私も一緒にやっていけるわ。ミサさんと暮らしたおかげできっとお母さんも丸くなったのね。あのきつい性格のお母さんと今まで一緒に過ごしてくれてありがとう。なんだかいいとこ取りみたいで悪いわね。家賃がただの実家。家事を全部やってくれる姑、遺産相続。自分たちに都合のいい条件が揃った途端、実家に戻って私たちに出て行けと言うなんて。綾菜と雄一の勝手な言い分に、私と雄二は呆れるほかなかった。まあいい。綾菜と雄一のわがままっぷりは、姑との同居を私たちに押し付けた時から分かっていた。この後彼らがどうなろうと、私の知ったことではない。分かったわ。できるだけ早く出ていくから、少し待ってて。お願いね。こうして、私と雄二は、
長男夫妻に実家を譲り、出ていくことを決めたのである。その後、私たち夫婦は新しい住まい探しで忙しくなった。その間も綾菜からは、家探し進んでる？月末までには出て行ってよね。と、催促のメールが来る。せかされつつも私たちは何とか希望の物件を見つけ、引っ越しを終えた。綾菜たちが姑と同居を始めて1ヶ月が過ぎた頃、綾菜から突然電話がかかってきた。ちょっとミサさん、聞いてた話と全然違うんだけど。何のこと？いぶかしがる私に、綾菜は受話器越しに畳みかけた。お母さん、昔と全く変わってないじゃない。相変わらず家のことは何にもしないのに文句ばっかり。休みの日だって朝ごはんを用意しろって早朝から叩き起こされるのよ。ああ、そうなんだ。それに、外食だって散々高いレストランに誘っておいて、自分は一銭も出さないのよ。家のお金で勝手に自分の服やバッグも買っちゃうし、もう最悪なんだけど。そんなの前から分かってたことでしょ？お母さんはそういう人だったじゃない。それは昔のお母さんの話でしょ？今はすっかり丸くなったんじゃなかったの？この間親戚の前で話してた生活とは大違いじゃない。この間話してた生活って？だから、ミサさんのことは本当の娘みたいに思ってるから、家事もやってあげてるし、外食だっておごってあげてるってやつ。私、この耳でしっかり聞いたんだからね。ああ、お母さんそんなこと言ってたわね。でしょ？なのに、私と同居した途端、前の性格の悪いお母さんに戻るなんて、一体どういうことよ。何か勘違いしてるみたいだけど、お母さん別に性格が変わったわけじゃないわよ。でも、この前の話と違うじゃない。一つ変わったとすれば、以前の面倒な性格に加えて、虚言癖まで出てきたところかな。虚言癖？ええ。周りの人に自分をよく見せようと思って、あることないこと言うことよ。こないだ親戚の前で話していた話もそう。よくそんな自分に都合のいいように出任せを言えるもんだなぁと聞いてて感心したくらいよ。だって、ミサさんは別に辛そうにしてなかったじゃない。お母さんと何年同居してると思ってるの？もうさすがに慣れたわよ。綾菜さんもあと数年したら慣れるんじゃない？そんな、これからお母さんと毎日一緒に暮らすなんて無理よ。そう言われても、私たちも新居に引っ越しちゃったしね。あれだけお母さんにむしり取られてたら、新居といっても大した家には住めないでしょ。雄一の新しい仕事が見つかって、また前みたいに稼げるようになったら、私たちは出ていくから。ミサさんも、そっちの安い新居は解約して、実家に戻ってきなさいよ。綾菜は勝手に話を進めていくが、私が賛成しないことがわかると、電話じゃ拉致が開かないからと言い出した。私、話をしにそっちへ行くわ。さすがに人も呼べないほどのボロ屋ではないでしょ。仕方なく綾菜に住所を教え、週末に綾菜と雄一を新居に招待した。ところが、約束の時間になっても彼らは一向にやってこない。どうしたのだろうと思っていると、また電話がかかってきた。ミサさん、教えてくれた住所間違ってたわよ。なんかめちゃくちゃ豪華なタワマンに着いちゃったんだけど。タワマン？それなら合ってるわよ。教えた部屋番号を押して、今開けるから。嘘。ここがミサさんたちの新居。オートロックを解除し、綾菜と雄一を部屋まで招き入れる。こんな豪華なお部屋、どうして借りれるのよ。ああ、実はここ、賃貸じゃないの。ちょうどいい間取りのお部屋が売りに出てたから、思い切って購入しちゃった。購入？お母さんと同居してて、どこにそんなお金があったのよ。実は、好きあらば贅沢をしようとする姑にお金を使わせないために、
私は毎日、姑の好きそうなおかずを手作りしていた。姑が寿司が食べたいといえば、近所のスーパーで値引きになった刺身を買って手巻き寿司にしてやり、焼肉に行きたいといえば、安い肉を漬け込んで家で焼いて食べさせた。管理がずさんな姑の部屋は未使用の服やバッグで溢れていた。私はそれらをこっそりフリマで売ったりもしていた。おかげで貯金は徐々に増えていき、マンションの頭金を払えるくらいには溜まっていたのだ。そんな、あなたたちだけこんな素敵なタワマンに住むなんてずるい。私たちがここに住むから、ミサさんたちは実家に戻ってよ。あまりの言い分に、私は大きくため息をついた。そんなに簡単に家を手放せるわけないでしょ。それにもし仮に、綾菜さんたちがここに住むとしたら、かなりの額の贈与税が発生するわよ。贈与税か。先に諦めたのが雄一だった。確かにそうだ。賃貸ならまだしも、購入となったらもう俺たちには手出しはできない。諦めよう。だって、ミサさんたちだけずるい。よく考えろよ。母さんだって残り何年生きるかわからないだろ。母さんが死んだ後の遺産は最後に同居していた俺たちのものになるんだぜ。父さんはかなりの財産を母さんに残してたはずだから、その遺産が全部俺たちのところに入ってきたら、これよりもっと豪華なタワマンに引っ越せばいいじゃないか。雄一の言葉に綾菜は目を輝かせた。そうね。私たちには遺産相続があるのを忘れてたわ。私に向かって綾菜は勝ち誇ったようにこう言った。ミサさん、この際はっきり言っておくけど、何年同居したとかは関係ないから。遺産は最後に同居した私たちが全部もらうわよ。どうぞ、ご自由に。本当にいいの？ええ。綾菜さんこそ、本当にいいの？もちろんよ。こんなタワマンに住んでる人に罪悪感なんて感じないから。今すぐ相続放棄の書類を書いてほしいくらいよ。別に書いてもいいけど。言ったわね。じゃあそうしましょう。綾菜は私に紙とペンを持ってこさせ、相続の一切を長男夫婦に譲るという念書を私と裕二に書かせた。あはは、数年後は立場が逆転ね。その頃後悔しても遅いんだからね。後悔するのはそっちだと思うけど。は？負け惜しみ？無知って恐ろしいわよね。お母さんの遺産がいくら入ると思ってるの？ふふ、無知はどっちよ。私と雄一はお父さんが亡くなる時に遺産の額を確認してるのよ。額を聞いたら驚くわよ。それってお父さんが亡くなった時の金額よね。今はいくらなのか確認した？してないけど、さすがに半分は残ってるでしょ。おめでたいわね。お母さんの性格を分かってないのね。まさか。あの人はあればあるだけ使う人よ。お父さんの遺産なんて残ってるわけないじゃない。嘘でしょ？莫大な遺産を手に入れた浪費癖のある老人を悪い考えの奴らが放っておくわけないでしょ。私が気づいた時にはお母さんはまんまと騙されて高額の壺や水晶を買わされてたわよ。これを買えば幸せになれるとかなんとかっていうね。預かっていた実家の通帳を見せると二人は青ざめた。そうでしょ？これっぽっちしかないわけ？っていうか、借金まであるの？ああ、言い忘れてたけどあの実家、そろそろ修繕の時期だそうよ。お母さんにはとても修繕費は払えなさそうだけど。まさかそれも私たちが払うってこと？最初はうちでなんとかしなきゃって頭を悩ませてたけど、ちょうどいい時に綾菜さんたちがあの家に住んでくれて本当によかったわ。なんだかいいとこ取りしちゃってごめんなさいね。彼らは自分たちが同じことを言ったのを思い出したのか、肩を落としてすごすごと帰っていった。
これ以上綾菜たちに振り回される気はない。私と雄一のそんな強い意志が伝わったのだろう。義母の遺産がほとんどないと分かった雄一は、実家に戻ってから急いで仕事を探し始めた。今までのんびりしていたのは、実家の金を当てにしていたからだろう。とはいえ、前職での不祥事はすでに業界に知れ渡っており、同じ業種の会社は書類選考の段階で全て門前払いとなってしまったようだ。ようやく決まったのはバイト同然の日払いの仕事だった。お気楽にパートをしていた綾菜も、さすがに雄一の給料では生活していけないと悟り、昼だけでなく夜もパートを始めるようになった。働く時間は増えたのに、給料は減ってしまった二人。加えて姑がいるおかげで生活費は三人分だ。目を離すとすぐに散財する姑のことも気にしなければいけない。そんな生活に、綾菜も雄一も神経をすり減らしていた。しかも、朝から晩まで休みなく働いている二人を見ても、姑は一切家事をしない。どうやらこのスタンスだけは、堅くなに守り続けているようだ。いつまで寝てるんだい。私の朝ごはんは？それにこんな散らかった部屋じゃ、くつろげやしないよ。さっさと掃除しておくれ。たまの休みでさえも朝から義母に起こされ、家事をやらされる。その上、手際が悪い、料理のセンスがないと散々文句を言われる。もともと料理が得意でない綾菜だ。彼女の料理に不満な姑は、私と同居していた時以上にわがまま度合いが増しているようだった。今の姑との同居は、さすがの私でも無理と言うだろう。あれでは何年かかっても慣れることはない。だが、それももう私たちには関係ないことだ。頭を悩ませていた姑の負債だが、相続放棄の書類があるため、姑が亡くなっても私たちが負債を背負うことはない。私と裕二は久々の夫婦二人だけの生活を満喫していた。二人で好きな時間に好きなものを食べ、貯めたお金でたまの旅行に行く。休みの日には寝坊してカフェでブランチにすることもできる。どれも姑と生活していた時にはできなかったことだ。今まで大変な思いをさせてごめん。これからは夫婦二人の幸せを一番に考えよう。夫もそう言ってくれている。姑との同居を快く受け入れたことへの感謝があるのか、二人になってからの裕二は率先して家事も引き受けてくれる。私は今、人生で最も穏やかな日々を過ごしていると言えるだろう。